はい、YouTube、オーノマン TV のオーノマンです。本日のお話は、父親の死後の私の生活費についてです。私は、親父の癌を理由に、今年2月で派遣の仕事を辞めました。以前いただいたコメントに、生活費は遺産ですかというようなものがありました。本日は、それについてお話ししたいと思います。遺産相続のこれまでの経緯は、こちらの動画をご覧ください。説明するのが面倒なので、でも一応遺産相続について簡単にお話ししますと、今私が住んでいるこの家とこの土地は私がもらい、親父の銀行口座の残高と保険金は私の妹が受け取るようにしました。それなので、親父が制作した遺言書のようなものにのっとれば、私は親父から遺産としての現金は受け取ってません。では、私の生活費は一体どこから来ているのでしょうか。話は親父がまだ入院していた頃に遡ります。親父が入院して少し日にちが経った頃でしょうか。親父は私に家の本棚に隠してある封筒の中身をお前にやると言ってきたのでありました。その言われた本棚で私が見つけたのは厚めの封筒です。封筒の表には私から受け取った生活費と書いてありました。そしてその中には数十万円の現金が入ってました。そうです。これはなんと私が実家に戻ってから私が毎月親父に渡していた生活費だったのでした。私がこの実家に戻ってきたのは2020年。それからは金額としては決して多くはありませんが、私は親父に毎月生活費を渡していました。ところが親父はそれをこの家の経費に充てることなく、ずっとこの封筒に貯めていたのでありました。ではなぜ親父は私から受け取ったお金を使わなかったのか。一つ目の理由としては、こちらの動画でお話ししたように、私の親父は年金を毎月26万円もらっていました。月26万円の年金があるので、私から生活費をもらわなくても、この家の維持には何の問題もなかったのではないでしょうか。ちなみになぜ親父が毎月26万円もの年金をもらうことができたのか。それは親父の年金の構造が4階建てだったからです。興味のある方はぜひこちらの動画をご覧ください。次に理由の2つ目としては、私に対する親父の思いやりではないでしょうか。今回の相続に関して、親父の現金資産のすべてを妹に行くことにしたので、親父は私に対して、お前はどうやって生活するんだと気にしていた時もありました。また、親父は何かと、私の世話になって申し訳ないといった感じの発言をしたりしていました。だから親父は最後の最後にその封筒の現金を私に返そうと思っていたのではないでしょうか。私の親父はそういう人です。それなので、私はその戻ってきた生活費で派遣退職後は生活することができていたのでありました。ちなみに失業保険について申し上げますと、今回は直近の雇用期間が11ヶ月間と失業保険の給付条件に1月足りなかったので、失業保険はもらうことはできませんでした。もちろん私はそれを把握していました。けど、一応念のためハローワークにも確認しには行ってきました。お金は当然使えば減ります。減っていく封筒の現金にやばさを感じた私は、いよいよもって次の派遣先を探し始めたりしました。また、今話題のタイミーで日銭を稼いだりもしたりしていました。ちなみに今度、実際にタイミーをやってみた感想を動画でお話ししたいと思います。そしてそうこうしていたら先日、未払いとなっていた
親父の最後の年金も私の銀行口座に無事振り込まれ、これでまたしばらく私の生活費に余裕が生まれましたとさ。こんな感じです。ちなみに年金が振り込まれたこととは関係なく、私がタイミーをやる必要はしばらくはないかなという感じですね。ということで本日の動画は以上です。もしこんな孤独な中年男性に興味のある方はぜひチャンネルの登録をお願いします。それでは皆さん、バイバイ。